もう一つ寝るとお正月、お正月には餅食べ、そば食べて酒を駒をマリをついたら指折れた、早く来い来いお正月。あなた、あなた、あ起きてください。冷えますよ。あ、明けましておめでと開けてないのよ。まだ11時過ぎ。んおそば食べましょう。う。そばって年越しそばかい？ええ、お前が打ったのかい？はい、足で。足で？足によりをかけて。なんだいそれは。買うと高くつから踏んでこねて踏んでこねてってしたのよ。じゃあいただかないとな。メガネはと。どうぞ。ありがとう。お母さん、お母そんな大声を出さなくても聞こえているわさん、よ。大声を出さなくても聞こえる位置にいてくださいな。おせちはまだなの？今タキちゃんが用意しています。おそばと一緒に食べないのか？おそばとそんなのってあんた、うちじゃ毎年そう朝や。細かいこと言うなよ。せっかく服が足によりをかけたってんだから。足に家族になるってのは変を受け入れることなんだから。変だろ。変とは思ってんのかい？もう失礼ね。さあ早く座って。おそばを食べた頃におせちも上がりますから。たきちゃん酒。いやー、今年はなんだ、結婚間もなく巨大な地震が関東を襲い、家は燃え店は傾き散々な年だったが、その家族はまあ息災いただであってきます。おい待て待て、最後まで聞けよ。なんですよそんな。湿っぽい。ガモドキ。なんだよガンモドキって。復興なのよ、ともかく。まあそれはまあ今と縁側が残ったんだけども、よしとしましょうよ。玉村の大工は腕が立つからな。さすが新選組の村だわ。福さんの親御さんは生まれはどちらなんだ？西です。大う阪。ま通りで、素朴な味だね。あら、止められちゃった。い。褒められてはいないんじゃないか。さきちゃん、お塩。ほら、タキちゃん、私も。どうだっていいのか。お母さんの生まれは青山でしたよね。ええ、今の天皇陛下とご一緒でね。あら、鼻につく人間も多い土地だけれどね、陛下のおかげで自分の生まれを好きになったと言っても過言ではないわ。親しみやすいお方だって聞きますものね。なあ福、大晦日なんだ。せっかくだしお前も飲んだらどうだ。あ、いいですいいです。おこわに甘えたいところですけどね、私お酒なんかいただいたら踊り出してしまうわ。見てる気もするけどまあ。いやみんな、俺が来たぞ。またこんなところで油を売って。硬いこと言うな。トメちゃん、酒。よく来たね。寝食がいいのご奉仕前に。俺から夜通しご奉仕なんだから、ちょっとぐらい罰は当たらないよ。ですよね。甘いんだから。ほら、お客様が見えたんですから、早くおせち持ってきてちょうだい。何かおせちできてる？一番来たわ。いいの？親父がやるって。久しぶりだね。まあほら、天皇様も崩御されたし、ここは俺がって。あ目立ちたがり屋なのさ、生来うちの親父は。そしてその血は脈々と姉が受け継いでいる。あ、つや子さんそっくりだもんな。さあ、乾杯。先輩。まあそれがサボタージュの理由にはならないけどね。でかい口叩くじゃないか。ちょっと前までメソメソしていたくせに。すぐそれを言うんだから。震災の自分なんて家が店がってメソ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 。それはあれは何年前だ？大正12年だから3年前だよ。お母さん、飲みすぎじゃん。そんなに毎回婚姻矢のごとし時間が過ぎるのは。かっちゃん、よく来たね。去年もこんなこと言ってたな。このところいつもでさ。たきちゃん、お塩。タキちゃん。前の。たきちゃん、タキちゃんはいませんの。さあ、米巻き召し上がって。冬は濃い口ぐらいがちょうどいいのよ。分かったから。お母さん、お塩。どれ？
私がお勝手に行ってきますからね。母さんどこへ行くんだよ。まもなく黒豆が上がりますよ。トミさんの昆布巻きは絶品だったな。黙って首だよ。こんなに積もった大晦日いつぶりだろうな。うちの親父も張り切っちゃってさ、そっちをまたぐ前に値段めしとけよって言っても、まだ猛録する年じゃないってかたくなでね、年がいもなく雪かきに精を出していたよ。おふくろと同い年だもんな。同級生の葬式を挙げることほど切ないことはないってよ。宮司さんのノリと触れてたわ。ああ。かっちゃん、お、俺の葬式はかっちゃんに頼んだよ。俺より先にしてる気か。そうじゃなくてさ。俺の方が先に決まってる。嫌ですよそんな話。さあ黒豆も上がったわ。また黒豆とそばか。相変わらず変な取り合わせだな。そのうち慣れてきますわ。お母さんも最初は怪げそうな顔してましたけど、去年なんか黒豆をおそばに乗せて。それは半ばやけだろう。去年はこちらにいらしたのに。さあ、乾杯しよう。ほら、乾杯。先輩。先輩。なんだか毎年もに服してる気がするな。来年はきっといいことがありますよ。やっぱりあれだな。なんです？薄差しだよ。あれでも元濃くしたんですよ。元はどんだけ薄かったんだ。塩振って以外。もう。よしよし。あ、そうそうそう。ほら。なんだ、幸先が悪いな。どれ？そう。ああ、もうやだ。いつまで新婚気分でいるんだ。もう5年だろ。 6年だよ。あっという間ですね。それはそうと随分と景気が上向いてきたな。洋風のお店も随分増えたものね。酒屋も最近じゃ洋酒を扱う店が増えていてさ。いいじゃねえか。養子を神社に奉納してくれよ。かっちゃんが飲みたいだけだろ。だいたい洋酒の味がよくわかんないんだ。じゃあ今度カフェにでも行くか。あら、あなた行ってらしてよ。女房が勧めるようなところじゃないぞ、カフェ。行こう。養子だけじゃない。コーヒーだって紅茶だってあるんだ。な、軽い気持ちでそら行こう。必死だな。女にちょっかい出しても内緒にしといてやるから。バカだな。そんなこと言ってないで。かっちゃん、早く初体を持ちなよ。そうよ。久井さんだってきっと安心なさるわ。いいよ、俺はまだしばらくは好きにやるさ。ダメよ。初体を持って家族を守る。それが日本の男というものですよ。起きたの？起こしちゃった。あ、黒豆食べるよ。バカ、喉に詰まったらどうするんだ。冗談ですよね。ほんと目に入れても痛くないわ。本当にやつ初めて見たよ。よしよしよし。ほらほら、しおちゃん、名付け親の勝谷おじさんですよ。おお、こんな大きくなったのかい。この分じゃ嫁を取るのも時間の問題だな。そうですよ。嫁さんなんか一生来なくて結構。話が違うな。ほら、寝たぞ。俺だとこうはいかないからな。大したもんだよ。とめちゃん、あとは頼んだわね。数の子は私が運びますから。初一はうちの大事な跡取りなんだからな。くれぐれも落っことさないように。素晴らしい年の瀬だな。え、本当に。お前もやれよ。あ、うん。男とするとゆくゆくは戦地で手柄を立てるかもしれないな。なんて。嫌ですよ。生まれたばかりでそんな戦争の話なんて。しっかり寿命を全うしていただかないと。心配には及ばないよ。さあ、数の子ですよ。昨今の日本は強すぎて大して戦わずしても勝つって聞くぜ。向かうところ敵なしさ。宮司さんは平和を記念しているって言っていたよ。私泣いちゃったわ、その時のお話。
お前は毎年泣いているだろ。親父は古いんだよ。勝つから豊かになるし、勝つから平和になるんだ。そのありがたい流れをお国が整えてくれてる。おかげで満州だって攻略することができたんだ。本心かいそれは。俺がお前ぐらい若かったらな。若くても神職は兵に取られづらいって聞くよ。とめちゃん、酒。っていうのにもう元気なの。お盆とお正月が一緒に来たような忙しさだわ。正月は今まさに来てるけどな。初日はもう寝たのか。あの子はもうぐっすり。とめちゃん、酒。ああ、俺が行こう。お前もたまにはゆっくりしろ。とめちゃんにはおせちをやっつけてもらわないとな。ではお言葉に甘えまして。すみちゃん、お父ちゃんとハイキングしましょう。よしよし。そのうちきっとお母さんおそばを足でこねましょうなんて言うんだわ。温かいの出しますよ。いや、いいんだ、冷めたそばで。ねえ勝也さん、そろそろいい人でも見つけたらなろう。びっくり。開眼されたの？神主にそんな力備わってないよ。毎年言うからさ。だってその方が負債さえさんも安心する。聞き飽きたってば。なんでこうお前たちはこの忙しい年の瀬に限ってそういうことを言い出すんだ。私たちは暇ですもの。うんざりするよ。負債さん亡くなって何年9年いや10年になる。そう早いわね。早いもんか。遅いぐらいさ。時間が過ぎるのが遅すぎる。まあでもいいこともあるよ。何？これ以上悪くなりようがないからな。ややお待たせしました。あら、栗きんとんとコーヒー。さあ召し上がれ。酒を。飲みすぎだよ、かっちゃん。体を壊すわ。酒屋のせがれが喫茶店なんぞ始めて。酒屋のせがれじゃなくてマスターと呼んでくれよ。お前なんかとつるむんじゃなかった。おお、美味しそうに飲んでいたじゃないか、カフェで。それが始まりなんですから。知るかってんだ。ね、ほら飲んでみなよ。あ、いいいい栗きんとんにも合うぜ。いいから酒だ。勝也さん、大丈夫？宮司さんに聞いたんだが、最近酒ばこんかりなに積もった大晦日いつぶりだろうな。母さんが死んだ年だよ。ねえ、ほほらら。コーヒー召し上がったら。やっと俺にもお迎えが来たか。バカなこと言ったねで、コーヒー飲んで温まりなよ。あ、いいいい。俺の葬式あげてくれって言ったじゃないか。ほら。やっぱり大晦日はこの家で過ごすに限るごな。自分の家で過ごしてくださいよ。家にいると気がめいるんだよ。ねえ、そろそろ安心してもらうためにもいい人を。でも見つけようかな。いい加減ね。まあ、ゆっくりしていくといいよ。つね、酒はまだか。コーヒーは飲まないのか。このところ客入りが良くてさ、見るのも嫌になっちゃうよ。母ちゃん、酒は？俺がもうよしておく。タバコは？もう二度とごめんだ。はい、お酒。ああ、いいよ。えあれ、え、どうしました？病み上がりだからか。味が濃いぞ。トミさんが吸ったみたいに。それじいは。さんみたいなことを言うな。元が薄すぎたのさ。近頃は勝也さんの肝臓を患われてすぐ話し相手になってやってくださいな。いや、そのヒロシ最近どうだ。下手くそね。ついに欧米諸国で始まったな。戦争か。どの国もこぞって日本に習っちゃってさ。どう思う？さ今更すぎる。あなあ、あんまり似合わない話をするなよ。似合うも似合わないもないよ。何が？来る客みんな戦争の話で持ちきりなんだから。何も戦争の話をするために喫茶店を始めたわけじゃないだろ。じゃあ何の話をすればいいってのさ。この1年の話をすればいいじゃない。だからこの1年戦争の話しかしていないんだって。
今は悠長に喫茶店をやっていた頃の俺が悪い。そう思うけどね。つねちゃん、いいの大丈夫、僕が運ぶってば。お茶の子さいさいさ。お母ちゃん、できたよ。伊達巻きと鬼じゃら。鬼ギャラ。エビの鬼柄焼きね。お利口さん。まだ起きてたのか。もう11時半だぞ。ごめんなさ謝ることないだろ。いいんじゃない、大晦日くらい。い。かっちゃんおじさん、こんばんは。こんばんは。俺明日行くね、初詣。ああ、来い来い来い。お願い事があそれは日本国の大勝利に決まっているだろう。正一が記念しないと勝てないほど日本国は危ういのか。何？るの？さあさあ、せっかく翔一が運んでくれたんですから、ほら翔ちゃん、取り分けて。正一、知ってるか。何？あ、よそ見をするな。ごめんなさい。アメリカのエビはな、タケノコぐらい大きいらしいぞ。タケノコ。なんでもでかいだけが取り柄の国なんだよ。あ、それで、明日は何をお願いするんだ。うん。俺明日ね、日本国の勝利はもちろんお願いするけど、よく言ったぞ翔一。するけどなんだ。けど、あと一つ、お父さんの目が良くなるようにって。なんか俺、良くないこと言ったかな。いいえ、いっぱいよ。それでこそ日本男児だ。よくなるわけないさ。おい、公主検査に落ち続けてるんだから。椅子を刺すなよ。お母ちゃん、ほらすみちゃん、初日の出見るんじゃなかったの？眠れなくて。かわいそうに。嫌な夢でも見た？はっきりしなさい。嫌な夢も見たんだけど、どうした？やっぱり何でもない。すみちゃん。すみ、これ俺の芋やるよ。いいの？うん。ありがとう。やっぱり。どうしてさ？お兄ちゃん後で絶対文句言うもん。言わないよ。言うもん絶対。俺のお芋って言ってたし。俺は。それはみんなのお芋でしょ。お兄ちゃんのお芋じゃないもん。難しいこと。じゃあやらない。そうね。こんな時でも愉快な家族だ。お兄ちゃん今度はなんだ。いやー、腹が大丈夫？配給の先に当たったかな。なんだそれ。ちょっと川屋に行ってくる。だからすみ、何？お父ちゃんいらないから、お父ちゃんのみん芋食べ。なのお芋。みんなのお芋食べていいぞ。はい。お兄ちゃんと一緒にな。はい。はい。なあ福井、そんな名前でどうしたんです？珍しい。あと川屋は？明日の初詣の後は久しぶりに高尾の方へハイキングでも行こうか。おい、散歩と言えよ、お前バカだな。な、でも今は。じゃあ戦争が終わったらもちろん。決まりだ。翔一、コーヒー入れてくれ。あなた。いいの？あ、お前が入れたのを飲みたいんだ。ねえ、あなたったらうん？河合はそちらじゃないわよ。すみ、明日はきっといい初日の出が見えるぞ。お母ちゃんと行っておいで。勝谷おじさんは行かないの？俺も。俺は。勝谷さんはご本誌がありますものね。そうだな、今年はさすがに。勝谷さんの一番きっと楽しみだわ。おう。私たち3人で行って強盗にでも出くわしたら勝谷おじさんのせいだからね。なんてこと言うようになったんだお前は。正一がいるだろ。ねえ勝谷さん、宮司さんにはいつなるの？手続き次第。早ければ年明けにも。宮司さんになるって何？宮司さんって名前じゃないの？何あなた、宮司さんのこと田崎宮司さんって名前だと思ってたの？違うの？宮司ってのは役職でね、会社でいう社長ってことだよ。それはわかるよ。ともかく偉くなったのよ、勝谷さんは。偉くなったのね。お年玉も増える？成長著しいなお前は。何にせよ素敵なことね。ひろしさんが聞いたらきっと喜ぶわ。福さん、平気なのかい？全然平気よ、私は。
ひ孫を見るまで死ねませんもの。気が早いな。いや、勝也さんこそ平気なの？俺がどうして？ひろしさんしか友達いないじゃん。親子だなお前たちは。お待たせしました。ヒロシ、小一ですよ。やったな。お前か。そんな年じゃまだないでしょ。あれ。さあ召し上がれ。ああおい、俺今日コーヒー飲みすぎじゃないか。コーヒーはまだ1杯目よ。は？飲みすぎてるのはお酒。ああれ、いつの間に呼んでいたんです？さっきさゆりちゃんにせがんでいたんだよ。女中が戻ったことはこれなんだから。肝臓は大丈夫なの？日本の復興とともに俺の肝臓も復興し始めてるんだよ。そうが始まる前から飲んでいたじゃないですか。一番祈祷には胆力が必要なのさ。お前もやるか。せっかく入れたのに。ああ、じゃあ飲んでやるからこっち付き合い。ねえ、もう30分で年明けよ。おお、じゃあ吸いだめしないとな。今日一タバコくれ。あねえ、これきっと美味しい。米おばあちゃんに教わったのよ。来年私も一緒に作るね。ああ、楽しなんだこれ。キャメルって言うんだ。アメリカのか。うん。みな。流行ってるんですって、若者の間で。ちょっと前に爆弾落としてきたやつらのタバコをね。ちょっと前ってもう5年ですよ、終戦から。5年？もうそんなん経つのか。俺はもう時間というものがとんとわから勝也さんっていくつ50。どん。まずい。え、お前の入れるコーヒーは本当にまずいな。そこまで言わなくても。まずいわ。いつも泥みたい。おかしいな。え、泥？お父さんと同じ入れ方のはずだよ。まあいいじゃねえか。まずいコーヒーを飲むとうまいコーヒーのことを思い出せるものだよ。何をちょっと名言みたく言っているんですか。気づいたか。美味しいと思うけどな。お母さん、なんです？泣いてるの？なんかね、泣いてなんかいないわ。大丈夫？さあ、踊りましょうか。なんで？何お母さん、かっこいい。昔一度行ったことがあるの。ダンスホール。お父さんと一緒に。あの時流れてたのこんなのじゃないだろ。ほら、あなたたちも。やだよ、みっともない。大一はネクラなんだから。太宰ばっかり読んでないで踊り狂った方がいいわよ。太宰は関係ないだろ。いいから、ほら。あら、翔ちゃん上手じゃない。なんというか独特な踊り。褒めてないぞそれは。最近ね。私知ってる。うん。お兄ちゃんダンスホールで女の子引っ掛けてんの。いい、人聞きの悪いことを言うなよ。言葉の順番が違うだろ。女の子とダンスホールに行ってるだけだってば。うるさいな。やらないんじゃなかったの？どうも毎年踊られたら踊り屋が損だろ。アホだな、俺たちは。なんて言うんだその子の名前は。まさにその子って言うんだよ。スミはいい加減あなたも踊りなさいよ。どうして？どうしてお母さんは踊るの？私それがわからないの。どうしてって気持ちを言葉にできないからそれを踊りで表現しているのよ。わかります。その感じ。あら来たよね私たち。お母さんとその子のお母さんは誕生日が同じだからね。ますます実の娘だと思って可愛がってしまうわ。嬉しい。いつの娘が寂しがるんじゃないか。私もそんな子供じゃありません。子供じゃないならとっととお前も嫁いだらどうなんだ。もうじき22になるんだから。あらいけないわ。私あなたにちゃんといいお相手を見つけなくっちゃ。いいのよ、私は結婚なんて。私はこの家でずっとお母さんと年を越すの。それとも私はお邪魔？とっとと家庭に入れって思う？でも私きっとあなたより早く死ぬわ。え？お母さん、母さん。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫よ。孫の顔見るまで死ねません。弱気になってるじゃないか。やだわ勝也さん。現実的になってるだけよ。現実的になんてならないで。違うの。勝ち札だって当たれ当たれと思ったら当たらないでしょ。そういうことよ。心では当たれって思ってるんじゃないか。それに今は宝くじって言うんだよ。そうでした。宝って小躍りしたくなる言葉ね。もういいだろ今年は。冗談よ。宝って言えばあなたたちも早く子宝に恵まれるといいわね。来年こそはと思っているんですよ。男の子がいいな。美味しいコーヒーを入れることのできる男の子。お前の息子じゃどうだろうな。うるさいな。このままじゃ早晩店を畳むことになるぞ。スミがもう少しお店を手伝ってくれればいいのに。日曜まで働いちゃったら私体が持たないわ。
教師って意外と大変なんだからね。そんなに大変なら学校の近くに越したらどうだよ。またそうやって私を追い出そうとして。そういうつもりじゃない。いいのよ、あなたが痛いだけいて、私たちのうちはここしかないんだから。あの子が起きたわよ。とっても可愛い声で泣いてるわ。なんでこんなひどいことが起きるの？うちには神棚だってあるのに。お前は働きすぎなんだよ。これからは店をもっと俺に任せて。どうした？私が悪いって言うんですか？どうしてそうなるんだよ。私の体が強くないから、あの子も強く産んであげられなかったって、そういうことでしょ？お前の体は強くなくないだろう。あんなに激しく踊っていたじゃないか。じゃあもう踊らない。踊るのなんてもってのほかよ。誰を大晦日に最初に踊り始めたの？ほら、そのこっちゃ。少し夜風に当たってみましょう。お月様がこちらを見ているわよ。私、お店を手伝おうと思うの。いいのよ。夢中になって時間を早めることだって悪いことでもないんだから。年が明けたら旅行に行こうか。江ノ島でも小田原でも。私寒いわ。じゃあ春が来てからでもいい。春が来てくれるといいんですけど。何かいいお話を聞かせてくださらない？俺が宮司さんでしょ？都合のいい時だけ担ぎ上げて。でもっていうのもなんだけど、勝谷さん最近なんだかお顔の調子がいいみたい。言われてみればそうね。何かあったの？宝くじがね。本当に？すごい早く買いましょうよ。いや、酒って違うんだ。宝くじって言っちゃいけねえな。何です？養子を取ることにしたんだ。養子っていくつの13になる。13？何が13か。何が13って。うん割に大きいのね。どうして急に？まあそうなんだ。俺も還暦を過ぎたし、オリンピックも近いしさ。どう関係があるの？あと次ってこと？おいおい、よしてくれよ。これから仕事なんか細かいことは年が明けたら。いや、お晩です。あどうも。宮司さん、そろそろ。まだいいだろ。つや子おば様が探しています。放っておけよ。つや子さん帰ってきてる。つや子さんって？旦那の会社がうまくいってないんだかなんだか知らないけど、今年の手伝いようやくね。あ、大変なのね。さあどうぞかけて。僕が出し上がりの姉だから、あれやこれや仕切り始めてるよ。どの口が神社を語るんだか、居心地が悪くて仕方ない。口が悪いわよ、勝谷さん。今度こそ元気に育ててあげるからね。お願いよ。頼むぞ。お前東京タワーみたいにすくすく大きくなるんだろうな。この分じゃ嫁が取るのも時間の問題だぞ。この子は女の子ですよ。ちいちゃん。勝谷さん、お宮参りのご機内、どうかどうかお願いしますね。はい。宮司さん、ああ、男の子も欲しいな。美味しいコーヒーを入れることもできる男あの子。なたの息子じゃどうでしょうね。お前ほら、眠ったんじゃない？その子さんもすっかりお母さん。おかげさまで。あ、じゃあ、あとお願いね。宮司さん、またお医者様に叱られますよ。固いこと言うな。本年最後の一服だよ。春彦さん、もういいんじゃない？お父さんって呼んであげてよ。それは、甘やかしてやるな。住み込みのつもりでいてもらわないとな。自分以外には厳しいのよね。他に誰も優しくしてくれないんだよ。春彦さん、野球の調子はどう？聞いてねえなこいつら。今年になって4番を打つようになりました。すごいじゃないか。高校1年生のすごいんだ。どっちの長嶋茂雄になるかもしれないね。春彦の本分はこっちなんだけどな。今からサインをもらっておかないとな。有名になったら言ってくれよ。木村喫茶のカレーで育ったんだって。何が木村喫茶のカレーよ。何がって？何の工夫もないワンタッチカレーじゃない。お前は一言余計なんだよ。
だから嫁ぎ先も見つからないんじゃないか。それとこれとは関係ないでしょ。そうとも言い切れないんじゃないかな。どうせ見合いの席でも余計なこと言ってんだろ。僕の家に嫁いでくれませんか。僕の家じゃなくてみんなの家でしょ。そういうのそんなにあったな。してんのよ。あったな。いや昔なスミがな。達也さん。いや翔一とあとこいつらの父親に言ったんだよ。俺の芋やるって言ったらみんなのお芋でしょって。やめてよそんな話。なんだよ黙って笑えるだろ。いやだって優しいじゃないですか。末っ子なのにみんなのことを考えて何が笑えるのか僕にはよくわかりません。それ翔一酒くれ。ねえいじんまり。あ、ご飯召し上がる。いただきます。ご立派ね、春彦さん。さすが東京と来ての剛腕だわ。いえ、本当嫌になっちゃうよ人の成長ってのはさ。こいつ最近立教に行くなんて言うんだぜ。とんでもないよ。うちは神主になる家系なんだから野球は神道学科でやってもらわないとな。それももちろん立派なお役目だわ。もったいない。いやまあ言ってみただけですから。現実的にならないといけないよ。いつまでも意地を張ってるとどっかの喫茶店みたいに閑古鳥気づいたら誰からも見向きされなくなっちゃうからな。でもいいの本当に。長島になるんじゃないの。だから俺は当主だって。よくわからないけど、どっちもやればいいじゃない。そんな選手が出てきたら逆立ちでおせち食ってあげるよ。おかわりは。結構。その子酒まだか。春彦体に悪いぜ。お父さんに言われたくないですよ。ねえあなた、飲みすぎよ。水じゃなくて酒だよ。そんなに飲むと勝也さんみたいになっちゃうわ。おいどういうことやそうみたいそれは。年末ぐらい属性を忘れさせてくれよ。どこ行くのよ。援助だよ。うるさいな。と。ダメだ。俺は弱気にならないでよ。何がそんなダメなんだよ。ダメはもともとだろ。お店はどうにかなってるじゃないですか。園子ちゃんのおかげでね、車にぶつかられるなんてバカみたい。翔一さんは小説が書けないのよ。小説？何すんだかお前。言いますよ。もうすぐ年も明けるんですから、役落としです。女房にここまで言わせてお前しっかりしろよ。大体面白い小説なんてどうやったら書けるようになるんです？それが分かれ苦労してないだろ。聞いてくれたな春彦君。大会、虚無感、はたまた絶望、それらを煮詰めて戦後の文学は発展したわけだよ。もう戦争から20年以上経ちますけど。だから今店が傾き車にひかれた俺は作家としての偉大な一方だな。断じて無理よ、あなたには。おい、どうしてだよ。俺には才能がないっていうのだってかよ。あなたは幸せじゃない。そうだよ。だから家族みんながお店を手伝ってくれて、知恵だってすくすく育って、他に何が欲しいって言うんです。ほら見てください、ケンちゃんのこの寝顔を。大きくなったな健太。東京タイム騙せてください。ごめん。ケンちゃんのこの寝顔を見ながら、不幸せだってあなたは言える、不幸せになりたいってあなたは言える。それとこれとは違うだろ。ケンによるははいはい、すき焼きが上がりましたよ。すき焼き。すごい時にすき焼き持ってくんだな福さん。すごい時にって何？すき焼き食べる以上に優先する時があります。うちのどこにすき焼き食う金があるんだよ。私のへそくり見くびらないでちょうだい。すみません、ありがとうございます。謝らないでくださいな。私はあなたたちと2人の可愛い孫に囲まれて幸せなの。でも金が。そんなの50年もしたら全部忘れてしまうわ。覚えているのは誰と言ったか、そういうさまつなこと、それだけよ。はい、たまおああ、正一好物でしょ。おう。どうぞ。はいどうぞ。まったなんでお前たちは俺が仕事に行く時にすき焼きを食い出すんだよ。いただきます。おいおい
商売繁盛と神様がそっと向くぞお前ら。美味しいです。あ、春彦さんも召し上がったら。いえ、僕のご奉仕があるので。せっかくの誘いなんだ。頂戴しておけ。え、どうせこの先年越しですき焼きなんかいただけないぞ。でも、やれ安保闘争だとか天皇様の襲撃だとか何が起こるか分かったもんじゃない。今年の紅白はどっちが勝ったの？あ聞いてねえな。バカだよあら、今年はからかったのね。感動しちゃった。美空ひばりの別れてもありがとう。見なさい、森進一のあの悔しそうな顔。悔しそうにしてたか。何が楽しいんだあんなの。歌って歌ってただ歌って。そう言いながら毎年見てるくせに。来年こそ私見させてもらいますからね。そんなにか。宮司さん、時間ですよ。おお、そうだった。もう少しやりたかったな。もう十分でしょ。寂しいこと言うなよ。後半し頑張ってくださいね。明日千恵と健太も連れて行きますから。おお、来い来い。盛りだくさんでした。お肉取りすぎよ。いいだあ、春彦。はい、巨人は今年も勝つかな。勝ちますよ、きっと。負けるといいな。どうして行かなくていいの？え、一番人。聖夜子さんに言われたんです。息子に一番人をやらせるから僕は2日からでいいって。息子ってジョージ君。あのジョージ君。まさかあの子に継がせるつもりなの？神職の免許取ってたのか。今年の夏にお父さんもしぶしぶ了承したみたいで。あいつろくでなしだろ。神社の経営なんて務まるのかね。そこら辺はつやこばさんが。傀儡政権みたいな。いや、勝也さんってご立派だったのね。そしたら春彦さん、元旦はお暇ってこと？ご予定はあるの？ああ、野球部の仲間と最近知ってますか？歌えるジュークボックスがあるんですよ。歌えるかわからないけどなんだか楽しそうね。どういうこと？ジュークボックスにマイクをつなげて歌の入ってない音楽に合わせて自分たちで歌うんです。はい春彦君もね。そんなに歌うのが楽しいのかい。紅白だって見ていないくせして。なんでしょうね。理屈じゃないのよ。若者が流行ってるって言うんだから流行ってるんだわ。私美空ひばり歌った。いいですね。私ドリフ。ドリブですか？じゃあドリフ好きだったの？ドリブは紅白で違うよ。すみさん一緒に行きますか？私？ええ。毎年家族の初詣のと暇だっておっしゃってる私？ので。はい。2回行ったぞお前。どうですか？私おばさんよ。そんなことは。いやごめんね。ありがとう。どうしよう。私お母さん。私一緒に。お母さん。あ、私は尾崎清彦。何の話だよ。あら？紅白の話をしていなかった。まあ。ああ母さん、一大事だよ。罪が春彦君からデートに誘われてるんだ。やめてよそういう言葉。ゆっくりしてきなさいよ。でもお母さん一人で平気？平気よ。こうして映画を見るとね、お父さんがそばにいるみたいに思えてね。これ明日の話で分かってるのかな。どうなのかしら。お母さん。自動車様。私明日ね、ジュークボックスで歌ってこようと思うの。あら素敵。私も久しぶりに踊りたいよ。おああ母さん。はいはい。私はあなたたちのお母さんですよ。もう分かったから。あ、あ何？除夜の鐘。お母さん、私やっぱり明日。ねえ、そのマイク付きのジュークボックス、うちでも買いましょうよ。ほお店に置いてお客さんがいつでも歌えるようにするの。明暗じゃない？うそんなの聞いたことがないよ。聞いたことのある商売をしてもしょうがないでしょ。それにそうすればうちの家族はいつでも歌い放題になるわ。そしたらお母さんだってきっと。うちは純喫茶なんだぞ。親父が聞いたらなんて言うか。ねえ母さん。今年も一年お疲れ様。
お母ちゃん、あら、すみちゃん、初日の出を見るんじゃなかったの？眠れなくて。かわいそうに。嫌な夢でも見た？うん。ねえお母ちゃん、人って死んだらどうなっちゃうの？お兄ちゃんは絶対バカにするけど、私死んだ後のことを考えると眠れなくなっちゃうの。すみちゃん、あなたは偉いわ。あるわよ、誰にだってきっと。みんな口に出すのが怖いだけ。そう？だから恥ずかしがることはないわ。それでね、結論から言うとね、これ私とすみちゃん2人だけの秘密よ。何？怖い。宴が行われるのよ。宴？そう、こう死ぬでしょ。例えばよ、こう死ぬでしょ。それでパッと目を覚ますとね、福さん、人生お疲れ様、乾杯ってされるのよ。誰に？閻魔様？バカね、先に死んだ人たちよ。あれ、あなた死んだんじゃなかったの？落ち着け福。いや、どうやらな、生と死というのは表裏一体らしいんだよ。なんてこう難しいことを言われたりするわけ。そんなの嘘だよ。嘘じゃないの。絶対嘘。絶対気休め。嘘なんかつきません。それに確かめようのないことでしょ。それはそうだけど。それに気休めってそう悲観的な言葉でもないのよ。箸休めの栗きんとんと一緒。気休めの言葉があるから美味しい人生を味わえるわけ。意味がわからない。すみちゃん、これだけは絶対本当だから聞きなさい。何？死ぬのがどんなに怖くても、あなたが死んだら私が最初にお疲れ様、また会えたねってねぎらってあげる。約束よ。二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時心は何かを話すだろう。二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時心は何かを話すだろう。マイクチェックワンツー、マイクチェックワンツー、レディース&ジェントルメンご来場の皆様、億千万、億千万。ここまで木村家の歴史をご清聴いただき誠にありがとうございます。酒屋から純喫茶、純喫茶からカラオケ喫茶へと瞬く間に影を変え、激動の50年を駆け抜けた木村家。ここから10年ちょっとはダイジェストでお送りいたします。ナンバーワン新語作家こと郷ひろみ、記念すべき50枚目のシングル2億4000万の人々、見つめ合う視線のやり取りを我が妹すみと交わしていたかのように見えた春彦くんでありましたが、ジュークボックスで出会ったビジネスガールと電撃結婚。意思を設けるも5年で離婚してしまいます。一人身になり神社でも袖にされ、我々家族は春彦くんがいつ玉から去ってもおかしくないと踏んでいましたが、意外にも彼はこの地に残ることを決めます。オイルショックの影響で不況にあった日本経済、高まる社会不安。しかしカラオケ喫茶をいち早く始めた我が木村家は、そうした状況にも家族一丸となって立ち向かい、ビラを配り客を増やし、ついに店は玉仕切っての社交場として連日満員。生活は安定し、ついに念願のマイカーも手に入れました。ゴーゴーゴー。ディスコが流行り、長嶋茂雄が引退し、時代が確実に流れる中、鷲見さんはこの家を離れて多摩ニュータウンで一人暮らしを始めました。私も一目はしましたが、鷲見さんの意志は固いようでした。私たちの子供はというと、知恵は恋を京乙女になり、健太は勉強好きの優等生に成長しました。二人ともとってもいい子に育って、ちいちゃんとは私、ユーミンのコンサートに行ったんです。ジャパン。ユーミンもいいけど、私は断然中島みゆきさんの別れだ。しみたわ。さて、あんなに小さかった健太ももう高校生。私は新宿で OL やってます。一人暮らしをしたいけど、ママもパパも過保護で。時は1985年、時刻は深夜12時を回り、家族総勢カラオケ大会を終えたところです。421、ありがとう。ありがとう。ママ、お餅硬いよ。嘘。あんたがせかすからでしょ。だって
これは何ママに教えてよ。何やの？柔らかくはないから。なんだってそうやって俺を無視するんだよ。だってパパのヒロミが聞き飽きたもん。昔は踊って喜んでたじゃないか。こんな小さい頃の話でしょ。12時までちょっと。あ、本当だ。パパのせいでタイミング逃しちゃったじゃん。俺のせいじゃないよ、ヒロミ号のせいだろ。じゃあ今年もよろしくね。よろしくお願いします。ねえねえ、春彦さん。春彦さんの息子さんはさ、初詣来ないの？お前はまた答えづらい話を。だってお父さんのご実家でしょ。お正月ぐらいたまにはね。2人は毎年旅行に出てるので、いいなあ、私も旅行行きたい。新婚旅行以来結局どこにも行かなかったな。神社は土日が忙しいですもんね。最後にたまに来たのはいつなの？ああ、つや子さんの葬式の時だから4年前かな。まだ4年か。あのばあさん長生きしたな。自由に生きてると寿命が伸びるのかしらね。ジョージもパチンコ狂いだし、つや子さんが神社仕切ってからろくなことだよな。でも春彦さんのご奉仕が増えて本当によかったわ。勝也さん喜んでると思う。来年あたり一番祈祷を任されるといいよな。まあでも離婚した親族の一番祈祷なんて縁起が悪そうですけどね。そうでも春彦さんが一番人任されちゃったら、こうして一緒に過ごせなくなるってことよね。確かに、それもなんだか寂しいものだな。考えてみると不思議なものよね。年越しをこうして血のつながりのないご近所さんと毎年過ごして。なんだかすみません。変な意味じゃないのよ。無理にこちらで過ごさなくていいのよ、春彦さん。もう勝也さんはいないんだから。それにお母さんだって。まだそんなこと言ってんのか、お前は。2人が死んで10年以上経つっていうのに。忘れっぽい人が羨ましい。ねえ健太、ぜんざい食べないの？ぜんざい。そうだぞ、健太。いつまでファミコンやってんだ。テストでいい点取ったら好きなだけやっていいって言ってたじゃん。言ってた。言ってたね。姉ちゃん食べていいよ。もう俺がいっぱい。すごいわ。あんたの学校で5位の成績なんてどの大学でも行けるじゃない。私立に行かせた甲斐があるってもんだよ。うちの学校なんてもう勉強どころじゃないわよ。ね、おばさんの学校でもいじめ流行ってる。流行ってるというか、まああるわよ、目を凝らしたら。何が楽しくて人のこといじめるのかしらね。意外といじめられる方にも原因があるんじゃないか。そういうものかしら。負けたのか。勝ってる途中。健太、後で将棋と。また痛い目会いたいの？今年は負けないぞ。いややっぱり食べるんじゃない。誰だ、こんな時間に。もしもし、木村です。私。何よ。別に言うでしょ、木村ですって。もう何よ。おめでとう。よろしく。聞こえない。何よ、新年早々。やめてよ。ねえ、ちょっと静かにして。あ、ごめん。今仕事中でしょ？恥ずかしい。ありがとう。何？待って、本当に？プロポーズよ。違うの。嬉しくて。ねえ、本当にうるさい。あ、ごめん。うるさいって。じゃあ、親に向かって全く。じゃあ、待ってる。待ってるって。何をかしら。また。パイとみゆきだ。みゆきだ。おやすみ。ねえ、本当に勘弁してよ。パパほら謝って。いや、聞こえちゃってんだからしょうがないだろ。最悪。デリカシーがないよ。ないわね。元旦に仕事してるってことは、さては神主だな。冗談。何せよ、仕事中に電話よこしてきてキザな男。仕事中に電話くれるんだから優しいじゃないの。私は好きよ。ありがとまあ、いいさ。大事にしてくれるって言うなら年寄りは引っ込みますよ。う。もうまだ会議なんだよ。あとはお前が嫁に出て健太がうちを継いでくれたら思い残すこともない。小説を書きながらたまにママと2人で旅行にでも行くよ。最初にそれを言い出してからもう10年経ちますけどね。だから、いや、2人がさ。ねえ、ママ、ね。健太、
何やってんだよ。なあ健太、何言ってドラクエ。ゲームソフトを聞いてるんじゃないよ。勉強はどうしたんだ。いいだろ正月くらい。そうやってお前は受験に失敗したんじゃないか。こいつさ、そうやってプレッシャーをかけるからだろ。何それに俺たとえ大学受かっても店継がないからね。あなあお前どういうつもりだよ。やめてってば。父さんは知らないかもしれないけどカラオケボックスっていうのが流行ってるんだだよ。ったらなんだよ。個室でゆっくり歌えてデートにも使えてさ。個室だからうちみたいにプライバシーのない店そのうちにデリートされるに決まってるんです。横文字ばっかり使うなよ。二人ともやめてってば。せっかくのお正月じゃないの。こんな店の後継ぎって生まれてくるんじゃなかった。あお前なんて言った。こっち向け。ちょっと待って。こっち向け。謝って。ざまみろ。お前知らせておくよ。ねえちょっとやめて。恥ずかしくないよ。言語が変わって時代も変わるって時にこんなくだらないことで喧嘩してお母さんがいたらなんて言う。今度はなんだよ。西武が三人賢者に育てたのにその子知恵。なんでこいつは俺たちの名前口にしながら泣いてんだよ。健太はキャラに家族の名前つけて冒険してるの。友達がいないからねえ健太。おいどこ行くんだよ。トイレ。なあダメや。もともとだろ。お前ゲームだって受験だって負けっぱなしで。健太も全然。ラップかけておけば後で食べるかしらね。ねえなんだよまた説教か。聞きなさいよちゃんと。私健太はいじめられてたんじゃないかと思うの。なんだよ突然。いじめられたんじゃなくてもからかわれてたとか。あいつのどこにからかわれるところがあるんだよ。察しが悪いわね。この店のことよ。あ店。私も短大の時言われた。合いびき喫茶だから。そりゃお前そういうやつらも中にはいるだろ。そうかもしれないけど実家がそうだと気まずいんだってば。思春期だとありますよね、そういうこと。思春期って春彦君。健太はもう22だぜ。いじめられてるってそんな風に思ってたんだったら早くそう言ってくださればよかったのに。あ、私？新しいことやりましょうね。あれまた吸ってるんですか。付き合いよ。いいのよ配って。ありがとう。なあ春彦君なんか景気のいい話じゃないのかよ。長嶋がまた監督になったぐらいですかね。どこが景気がいいんだよ。監督としてはさっぱりじゃないか。ねえそうだちいちゃん。お付き合いしてる人とはどうなったの？なんだ正月に電話かけてくるマンか。去年かけてこなかったから別れたかと思ってたよ。続いてるのか。続いてるわよね。その手があったか。婿養子だ。誰が継ぎたいのよこんな店。バカバブルが弾けたなんて気が早いんだよ。持ち直すに決まってる。森進一と森昌子みたいに盛大に式を挙げるといいさ。式は挙げられないの。どうしてよ。結婚もうしてるから。待って最後まで聞いて。どういうこと？向こうは結婚してるの。は不倫ってこと？もう言わなきゃよかった。考え直しなさいちいちゃん。もう落ち着いてよ。今離婚に向けて準備してくれてるところで、もう少しバカ言ってんじゃないわよ。5年も前から付き合ってて離婚しないそんな男
して恋愛するのよ。ユーミン聞きなさいよ、ユーミン。ユーミンだってルートで伝言してるじゃない。お茶がなんです。お茶が冷めますよ。こんなのあと何年繰り返すんだ。ねえ、ちえ、もうやだ、これ以上聞きたくない。お子さんはいらっしゃるの？ 4人。4人な。じゃあやっぱり離婚は無理じゃない。でも子供にも奥さんにも愛想つかされてるって。そんなやつのどこに惚れたんだよ。どうした？健太、健太、お茶入れたからぜんざい食べな。ぜんざいお雑煮でも。家族の氷河期だな。だよ。何何？スーパーマリオワールド？ね何？え、それ健太の。俺が買ってやったんだ、みんなの。みんなのスーパーマリオ。何それ。なんか最近車のゲームが流行ってんだろ、マリオの。あれ買おうかな俺。人とやんなきゃ楽しくないわよ。人と？みんなでやれるゲームなの、マリカは。みんな。もうダメ。私耐えられない。なんでお前が取り乱してんだよ。何かいいお話してくださらない？俺が神職さんでしょ。都合のいい時だけ担ぎ上げて、俺離婚してるんだよ。もう10年以上も前の話でしょ。お願い教えて。どうしたら離婚に追い込むことができるの？話をするなよ。じゃあいい話ではないけど、何？つまんね続けて。あまり面白い話ではありませんが、僕は昔運動なんかからきしダメで、積み木やお絵かきが好きな子供でした。インドアってやつか。ええ、養護施設にいた頃の話です。養護施設？ちえちゃんは知らなかったな。俺は繊細孤児でね、お父さんから養子に取ってもらったんだ。うすうす感づいて会えたけどな。すいません、なんだかずっと言えなくて。そりゃまあそうよ。そうは言っても僕は運がいい方で、最初に引き取ってくれた親族もよくしてくれたみたいなんですが、みたいって？物心つく前にすぐ死んだから。超激動なんですけど。それでその親族は自分が死ぬ前に僕を施設に預けてくれたから、不老児にもならず済んで。不老児？あんた30過ぎて何にも知らないのね。恥ずかしくない？女磨きは時間がかかるの。それで不倫してちゃ知らないわよ。もう不倫じゃありまお前せん。ら話がそれてるだろ。それで勝也さんとはどうやって出会ったんですか？なんで敬語なの？いつ見ても波乱万丈みたいな。最初に出会ったのは小学6年生の時で、夕方学校から帰ってきて野球ボールで遊んでいるところに背広を着たお父さんが訪ねてきました。その頃から野球好きだったのね。彼は僕を見るなり、坊主、野球は好きかと聞いてきました。そう聞かれて、多分少しだけ間が空いたと思うんですけど、はい、好きです、そう答えました。運命だな。でもそれは
嘘でした。え？養子を取りたい方は当たり前ですが、元気な子供を欲して養護施設を訪問します。子供もそのことに気づいて、遅かれ早かれ元気さを訴えかけるようになります。でも僕はそれがずっとできなくて、物心ついてもずっと部屋の隅っこで積み木やお絵かきばかりしていました。今思えばその時間はとても長かったように思います。そうしてるうちにいつの間にか同じ頃に施設に入った子たちがおるか、後から入ってきた子たちもとっくに引き取り手が見つかっていて、残っているのは何がしかのその障害のある子たちやそこに問題のある子たちばかりで、自分が一番体がでかくて、いや大きくて、これはまずいぞなんて思って、次に養子の方が来た時は精一杯訴えかけようなんて思うようになって、庭でボール遊びをするようになったんです。でも別に僕は野球が好きではなかった、嫌いでもなかった。ただもう一人は嫌だった。だからその時聞こえてきたんです。下駄箱の方から、いつもキャッチボールをして遊んでいる低学年のそやな子供たちの声が。だから僕は焦って気が気じゃなくて、大勢野球が好きかと問われて、一瞬だけ考えて、はい好きですと嘘をついたんです。戦後50年、戦災孤児とは言っても恥ずかしながら僕には戦争そのものについての記憶はほとんどありません。今でも苦しんでいる方、僕より悲惨な目に遭った方、それこそ星のようにいる中で、僕の話なんて本当にちっぽけで心底つまらない話ですが、僕の中にはあの時ついた小さな嘘がかさぶたのように残っていて、忘れたかと思えば思い出し、思い出したかと思えば忘れるというようなことを繰り返しています。あの時僕の代わりに養子に引き取られたかもしれないキャッチボールの好きだった彼らが今どこかで幸せに暮らしていることを心より記念申し上げます。いやー、まさか春彦君がテレビに出るとはな。この1年で何回見るの？やっぱりサインをもらっておいてよかったよ。ミーハーなんだから。春彦さん、ありがとうね。はい。いえね、私難しいことはわからないんだけど、健太にね、春彦さんがテレビ出てるわよって言ったら、あの子血相変えて部屋から出てきてね、私たち本当に久しぶりに一緒にテレビを見たんですよ。それはよかった。その後なんかね、あの子、俺も部屋にテレビ買うんだなんて言って、今度アルバイトの面接受けるって張り切ってるのよ。アルバイトは誰にでもできる仕事だろう。黙ってなさいよ。いや、むしろ僕の方がお礼を言いたいくらいです。どうして？この家で話さなければああいう話をテレビでしようと思わなかったから。そうかそうか。ねえ、春彦さんは野球のこと後悔してるの？え？だってそういうふうにも取れるお話でしょ。バカ、あれは運命の話だろ。後悔はしてないよ。ほら、ただただ野球をしていなかったら自分は何をしていたのかとは思います。どういうこと？野球も神社も結婚も離婚だって、結局俺は人に流されているだけだったから、別に恨んじゃいないけど、親に野球は好きかって言われなければきっと野球をやってないですよ。たられば追い出しても仕方ないだろ。まママ？春彦さん、それってあ、はい。私が悪いってこ
強が好きなのねなんて言ったから健太は勉強していたの？その子さ、それはお前座れよ。私が恋愛は自由よなんて言ったから知恵は不倫に苦しめられていたの。ママしっかりして。幸せなんて言わなければ幸せに苦しめられることもなかったの。やめて。待ってよ、やめてよ。待ってくれよ。私の人生間違ってたのかしら。違う、間違ってなんかいないさ。ねえ、あなたの書いた小説今度読ませてね。きっといい小説が書けるわ。書けなくていい、書けなくたっていいって。間違ってたのは俺だな。お前がいたから店が続いて繁盛したんだ。自分で自分を褒めてやれよ。誰が何と言おうと俺は。自分で言ったことちゃんと覚えててくださいね。分かってるよ。どうなることかと思ったわよ。ごめんなさいね。だってよ、パパが暇でもう少し見つかるのが遅かったら危なかったって里見先生言ってたんだからまさにメイクドラマですね。何でも野球立たないでください。誰か鳴ってるぞ。もしもし。私おめでとう。あいつはもう誰だって聞きましたけど。聞こえない。待って待って、本当に？今度は何言われたんだよ。おい、また言われたわよ。パパ、ごめんなさい。変わってって。ははい、もしもし、知恵の父ですが。誰？あ、里見先生。先生、昨年は本当に里見先妻がお生。世話になりました。どなたですか？本当に先生のおかげで。はい。はい。は何？あ、そうですか。なんなの？いえ、突然のことで。あ、いえいえ。はい、それでは。はい。お待ちしております。お待ちしております。ではまた、何かしら。今年もよろしくお願いします。どういうこと？ご挨拶に来るって。ご挨拶。お前ら付き合ってたのか。ママが退院してすぐ。何やだ。医者と付き合ってたの？イエイ。すごい話ですね。そんな若造を引っ掛けて10個も年が違うんだぜ。10個。とっても男前なのよ。私が結婚したいくらい。ママ、どういうつもりだ。キャミセルブレイ。キャミセルブレイ。キャミセルブレイ。気が早いって。これでもう安心。健太もライブ続いてるみたいだし、いつお迎えが来てもいい。おい、バカなことを言うなよ。と花嫁姿も見てもらわないと。そうね。孫の顔見るまで死なないわね。もう気が早すぎるって。あとはどっかの誰かさんだ。はいはい、分かってますよ。まだ健太と仲直りしてないんですか？時間が合わないだけさ。あいつは深夜に働いてるから。早くしないと世界が滅んじゃうわよ。誰が信じるんだよ、そんなの。健太は信じてるみたいよ。あったくあいつはゲームのやりすぎだろ。素直でいい子なのよ。よーし、今年こそはリベンジだ。まずは健太に頭下げて、知恵と一緒にバージンロードを歩いて、それからママと江ノ島に。また言ってるわ。まだ遅くない、まだ遅くない。ねえあなた、もう許してあげる。ただいま。ただいま。お帰りなさい。おかえり。おかえり。母さん飯残ってる？食べるんだったら電話ちょうだいよ。でしょ。じゃあおせちの名前出すわね。ああ、俺そばも食べたい。
随分普通に登場するじゃない。何が？ノストラダムスにビビってたんでいや冗談でしょあんなの。姉ちゃんジャンプした。何これ、ジャンプ？うわすっかりおばさんだな。2000年になる瞬間にジャンプするのが若者の中でブームだったの。あんたももう30過ぎでしょ。まあま大晦日まで働いて無理してないか？あ春彦さんに言われたくないよ。はあ、そうか。あでも今は働くのは結構だけど、ママのこといたわんなさいよ。顎で使わないの。ほらちいちゃん、きいちゃんが泣いてるわ。自分だって使ってるじゃん。子育てと一緒にしないでよ。じゃあ先おっぱい飲んだでしょ。うんちよちいちゃん、うんち。おっぱいでしょ。おっぱいだね。やっぱりうんちだわ。うんちを出して褒められるのは赤子の特権ですね。おかしいよ。足を押さえるな、足を。なんだか久しぶりに賑やかね。そうね。去年は1年。ママ泣いてるの？なんかね、泣いてなんか痛いわ。もうやめてよ。なんでなのかしらね。長生きしてても死になれないのは。でもほら死んだらみんながねぎらってくれるから。おばさん知らない？父さんが教えてくれたんで、死ぬのが怖くて仕方なかった時にこう死ぬでしょ。するとね、バカね。知ってるわな。ほら、兄ちゃん風邪ひいちゃうわ。じゃあみんな一緒で楽しかったですね。ほんと子供って宝物ね。あれ飯は？あれだ、すっかり忘れてた。ちあょっと待ってなさい。あいいよ、俺も行くよ。じゃあ手伝って。俺甘酒も飲みたい。そうだな。残り物には服があるの。はいはい。よそ者だけになっちゃったわね。実家でしょ、すみさんは。いいえ、よそ者よ、私は。よそ者になりたかったの。いろんなことがありましたもんね。本当よ。テレビ出たのは何年前？平成7年だから6年前。まだ6年前。私の定年より後だったっけ？定年後も忙しくしてたから。ボランティアね。立派な人生ですよ。違うの。違うの。何がですよ。ここにいると思い出に殺されてしまうから。ねえ、恥ずかしいことを聞くけど、木村になろうとは思わなかった。え？あもう忘れちゃった。あ、忘れました。嘘つき、女たらし。話してないし、ひどい。ジュークボックス誘っておいてその逃げ方はないじゃないの。考えたよ、もちろん。嘘じゃないよ。じゃあトンネルが怖かったんだ。トンネル？野球のトンネルだよ。野球だとこう投げて相手が取りやすいボールを打った時にそのボールを取り逃しちゃうことがあるんだ。昔から大事な球ほどイレギュラーに跳ねて取り逃しちゃうから野球も神社もだからすみさトンネルよね、聞いてるわ。ん寝てただろ今。でもあれでしょ、ボール投げなきゃ始まらないんでしょ、野球は。
近々韓国行こうと思うのね、私。急に韓国でどうして？ヨン様に会いたくて。会えないだろ、韓国行ってもヨン様には。セカンドライフっていうの、ここから離れた場所で暮らしてみたいのよ。それにこのままたまにいても思い出に。殺されちゃうから。あらやだ、よくわかるわね。結婚する。情緒がひどいな。それにこの家がなくなりでもしたら私灰になっちゃなくなりゃしないだう。ろ。わからないでしょ。でも一人で行くのは寂しくないか？そう。でも私はうん。人といても寂しいから。あら、もう帰っちゃうんですか？そう、寝る前に録画してた K1 見る。甘酒飲んだからにしたら。ダメよ、飲んだらまた帰れなくなっちゃう。飲まなくたっていつも昼までいるじゃないか。毎年5回は帰りかけますからね。やだ、私のことそんな風に思ってたの？もう甘酒でも酔っ払ってしまうのはやっぱり福さんの血なのかな。そうだったわね。お母さんなんてしまいに踊りながらに始めてたんだから踊りながら？昔ね、私がお嫁に来た時なんかはレコードをかけて大晦日にみんなで踊ってたものよ。愉快な家族だな。ねえ、70年くらい経ったかしら。大正の頃ここ酒屋だったでしょ。話には。お母さんはお酒が弱かったもんだから、お父さんは純喫茶にくら替えしたって話なのよ。純愛だわ。ないよね。知らなかったな。まさかお父さんもここがカラオケになるとは夢にも思わなかったでしょうけどね。いや、お待たせしました。何？甘酒できたのね。ありがとう。座ってないで座りなよ。3人とも老人なんだから。俺もか。うん。ああ、そうか。はい。じゃあ今度こそおいとまするわね。じゃあね。健太、あんたひーちゃんにお年玉あげなさいよ。分かってるよ。今年もよろしくお願いします。よろしくね。あ、春彦さん、はい。宮司さん就任おめでとう。ありがとありがとう。じゃあね。いい、やるからやるから。ほら、早く飲んで。飲みすぎちゃった。俺そんなに食べないよ。う。じゃあ俺つまもうかな。助かります。あれ？ねえねえ、そばは？あ、ごめん。伸びちゃうよ。自分でやりなさいよ。ありがと大丈夫かな、姉さん。う。何が？向こうの実家とうまくいってないんでしょ？シエがそう言ってたの？ヒカルがさ、ひーちゃん？年末帰ってきた時にずっとこの家いたいって泣いててさ。人それぞれ、家それぞれ。里見先生の実家はどこだったっけか？岩手よ。ホタテが美味しいところ。そりゃまた遠いな。地元一の開業医なのよ。味付けどう？これか。軽い？なあ、飲みやすくないか？もう牛乳が入ってるんだよ。甘酒に。今度お店で出してみようかしら。いいだろ、そんな。いいじゃんね。はい、おそば。来た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 。お、出た、スマホ。スマホ。こんなでかい携帯が流行るわけないわ。いただきます。高いんだろそれ。まあ。そんなお金あるならママに家賃入れなさいよ。いいのよ、痛いだけ言って。私たちの家はここしかないんだから。あのさ、やめて。俺、家を出ようと思うんだよ。今？結婚するのか？そうだろ。
あ、いや、同棲だよ。どうせあんた自分の年分かってんの？不倫女に言われたくないよ。いつのもう話をいいのよしてんの？これ以上喧嘩しないですぐ逃げる。健太七味取ってくる。ママ、私はそばにいるね。いいのよもう期待しないの大丈夫だって。さとみくんだってまだ実家には戻らないし、ひかるだってママが好きだし。嬉しいわコーヒーでも飲む？うんとまずいの入れて苦いのってこと？分かった。ねえちいちゃんやっぱり大丈夫戻ってきてそっち危ないわちいちゃんあらやだまだいたんですか冗談よあ、冗談。ごめんなさいね正一さんがねいえ正一さんがねよく言ってたでしょつまんない冗談ああ、言ってた。憎たらしくてしょうがない時もあったけどあるのね冗談しか言えない時が今年は俺、柄にもなくお笑いなんて見ちゃったよ。わかる私あの人たち好きピンクのはいはい、あれだろ。じゃんじゃかじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃん。今年は紅白誰が出たんだ？そうだ聞いて春彦さんなんだ？ユーミンが出たのよユーミンが？大事件なのよユーミンの紅白は初出場何か後でちいちゃんに LINE しなくっちゃい。で、何歌ったのユーミン？春よ来いしみたな。いいね。春私たちの最初の子供はね生まれて間もなく天国へ行ってしまったでしょ。聞いたことあるよ。あれは年の瀬のとっても寒い頃だったから私たち毎日震えながらね「春よ来い春よ来い」って心の中でお祈りしていたの。そしたらね春が来たのよ。あ、俺？ちょっと違うなって笑ったわ。失礼でしょ。ね、これも冗談よ。春彦っていう名前はね、うん親父がつけた。親父勝也さん？元は五郎っていう名前で、春彦は田崎に入る。そうなのね。だなんかずれてるのよね勝也さんって。ろ。ごもっとも。春彦さん本当にありがとう。いやいや、俺は何も。私がいなくなってしまったら春彦さんが使ってくださいねこの家を。その子さ、何を言ってるんだっだよ。てもうみんないないんだもん。でも、
ことが好きなんだよ。見てるああ、見てるだけ。お店はまだ続けるの？え、健太は何やってんだ？なんかよくわからないんだけど、リアルなんたらゲーム。あれだ、私コーヒーすっかり忘れてた。ああ、もういいよ、眠れなくなる。じゃあ甘酒もう少し飲まれる。牛乳入り。気に入ってるのね。あお水だとあんまりなのよ。何かあったらもうじいちゃあ。ん、じいちゃん。おお。おうじゃねえよ、寝るぞそろそろ。まだいいだ。俺が親父に怒られるんだよ。何がおかしいんだよ。ほっとけ。一番基礎だけして休む約束だろ。この子さんはどうした？また変な甘酒作ってる。今年は黒豆入れてた。変だな。変だろ。ああ、おいとまするか。あ。危ねえから。ったく。昔この辺じゃ玉の長島なんて呼ばれてたんだぞ。長島？一茂？ああ、親父の方だ。あ、野球の？じいちゃんやってたの？ああ、公安だったんだ。え、ピッチャーもやってたの？じゃあ二刀流だ。二刀流？大谷知らない？何？あ、投打両方でベストナイン取ったんだぜ。いや、逆立ちでおせち食わねえとな。意味わかんないから。もしもし、ちいちゃん元気？元気よ。もうピンピン。明けましておめでとう。そっちはどう？寒くない？あ、そう、ホタテありがとね。美味しかった。そう。あ、ねえ、今年もユーミン出たのよ、紅白。見た？何よ、みゆきは相変わらず出ないわね。私
私の勝ちだわ。え？ひーちゃん？ひーちゃん元気なの？大学にはもう慣れたの？あら、いいじゃない。私はね、分かった。はい。年寄りは引っ込みます。はい。うん。4日からやるわよ。私ね、今年甘酒にタピオカ入れようと思ってるの。そう、映えるかなって。でもね、一人だとまあ長いの。正月がね。そう？分かった。今年もよろしく。すみさん。おばあちゃん、おばあちゃん。そんなに大声出さなくても聞こえてるわよ。よいしょよいしょ。マスクもうよくない？そう？何読んでんの？これはね、あなたのおじいちゃんの小説？すごい面白い。それがね、全然面白くないのよ。じゃあ何がそんなにおかしいの？内緒。なんか嬉しそう。嬉しいわ。一緒に暮らせるんでしょ？配属か東京になればね。なるんですよ。多分ね。加筆しちゃおうかしら。加筆？無限孫同居よ。おばあちゃん若すぎ。作者に許しを得ないとね。あ、ザ・昭和って字。理想ばかり掲げて地に足がついてないのにね。ねえおばあちゃん、私東京来たらさ、カラオケ大会しようよ。何歌う？ユーミンと中島みゆき。その二人ってライバルじゃないの？おばあちゃん？遅いよ。ごめん。仕事長引いた？うん。お疲れ様。一番来た行ったの？行きましたよ、春彦じいちゃんのご祈祷に。だいぶ何言ってるかわからないだろ。それがいいんじゃない。
ありがとな。この家住んでくれて。ママにもパパにも文句言われたけど。だろうね。でもお正月はゆっくり過ごしたいじゃない。医者の子供も大変だ。それ親父のか。読んだことある？途中で挫折した。なんで途中からが面白いのに。そうなの？うつうつとしてたのに、なんか途中からバカみたいに明るくなる。ねえ、昔引きこもりだったの？そんなことまで書いてあるのか。おじさん来たならおせち出そうかな。食べてないの？人が来ないと出す気になれないから。楽しみだ。光る。何？明けましておめでとう。今はこんなに悲しくて涙も枯れ果ててもう二度と笑顔にはなれそうもないけ明けましておめでとう。お母さん、お母さん。そんな大声を出さなくても聞こえているわよ。いやみんな、俺が来たぞ。で私が勝手に行ってきますからね。母さん、どこへ行くんだよ。俺の葬式はかっちゃんに頼んだよ。俺より先に死ぬ気か。あらあらあら、起きたの？起こしちゃった？男とするとゆくゆくは戦地で。あらあらあら、真夜中だっていうのにもう。素晴らしい年の瀬だな。やあやあ、お待たせしました。やっと俺にもお迎えが来たか。コーヒー飲んで温まりなよ。何も戦争の話をするために喫茶店を始めたわけじゃないだろう。一体何の話をすればいいって言うんだよ。この1年の話をすればいいじゃない。俺明日行くね、初詣。何かお願い事があるの？それは日本国の大勝利おに決まって父さんの目が良くなるようにって。それでこそ日本男児だ。母ちゃん、スミ、これ俺の芋。みんなのお芋。明日の初詣の後は久しぶりに高尾の方へハイキングでも行こうか。ええ、でも今は。じゃあ戦争が終わったら。やあやあ、お待たせしました。まずいコーヒーを飲むとうまいコーヒーのことを思い出せるものだよ。さあ踊りましょうか。どうしてお母さん踊るの？私それがわからないの。なんでこんなひどいことが起きるの？年が明けたら旅行に行こうか。春が来てくれるといいんですけど。養子を取ることにしたんだ。養子？お晩です。あら、春彦さん。今度こそ元気に育ててあげるからね。頼むぞ、お前。でもいいの？本当に長島になるんじゃないの？そんな選手が出てきたら逆立ちでおせち食ってあげるよ。もうダメだ、俺は。だってあなたは幸せじゃない。はいはい、すき焼きが上がりましたよ。すき焼き？なあ春彦、巨人は今年も勝つかな。勝ちますよ、きっと。負けるといいな。どうして？お前のいない巨人軍なんて。スミさん、ジュークボックス一緒に行きますか？え、私おばさんよ。ねえ、そのマイク付きのジュークボックスうちでも買いましょうよ。お母さん、今年も1年お疲れ様。ケンタ、何やってんだ。何ってマリオカート。俺も混ぜろよ。また痛い目会いたいの？私ピーチ。じゃあ私キノピオ。勝ちに来てんじゃん。ほらやろ。来年もこうして家族で。あ、バカ、聞けよ。何これ、どうなってんの？見てるだけでも楽しいですね。大の大人が何やってんだか。パパうまい。さあ、実際の運転よりも。シャオイゴーゴーゴー。回る。ねえケンタ、ぜんざい食べないの？ぜんざい。パパ、そうやってお前は受験に失敗したんじゃないか。こんな店の後継ぎなら生まれてくるんじゃなかった。恥ずかしくないの？平凡も変わって時代が変わるって時に。ユーミンだってルージュでメイクをしてるじゃない。でもほら、死んだらみんながねぎらってくれるから。まだ遅くない。まだ遅くない。私は人といても
福、あなた死んだんじゃなかったの？いや、どうやらな、生と死というのは表裏一体らしいんだよ。